こんにちは、インスピレードのコーチです。本日は、弊社のインダストリアルクレーの、ご紹介を、実際作業している現場をお見せしながら、ご紹介していきたいと思います。本日、お手伝いしていただくのは、クレーモデラーの黒木さんです。どうぞ黒木さん、お願いします。よろしくお願いします。こんにちは、黒木です。今日は一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではじゃあ始めていきましょう。はい、行きましょう。頑張ります。余分なこと言うな。もう少しやってみないと分かんないですけど、なんかツール付けともなんかちょっと違う。削れるんだろうか。思いっきり削って。フェーバーのプレーと比べるとなんかね、そういう入れた感じ、ちょっともしかして近いんじゃないかなっていう、そうです、そんな雰囲気を実は持ってて、今この内部入れる感じが、削ってみないと何とも言いませんけど、意外とそうなんじゃないかなと思っています。なんかその辺は意識は少しはあれなんですけど、今回この分野改良のポイントとしてされてるんですか？基本はですね、これやっぱりフェーバーの、切削感っていう部分も、目標ではないですけど、やっぱり切削感がいいというふうに言われてますので、そこは非常に意識している感じですね。そうですね。なんとなくね、こうだからしとっとしたっていうのがそういうふうな感覚なんですよね。ちょっとね、そうなのかな。これはあれですか、ナイフをこう入れて、だいたい目標を決めるっていう感じですかね。バランスちょっと取って、そうですね、こんな感じにしたいな。ざっくりイメージしておかないと。自分で書いておきながら分かってない部分があったり。こ
ソンにしようと思ったんですよ。ソンによくね、音が地方がね、綺麗なんですよ。今テレビ局でもこれ使うのかな。そうあこんなに。めちゃくちゃ飲みますね。あったかいし。すごいね。伸びはいいですか？いいですね。すごくするです。これってそればっかり言われてね、盛り付けのばっかり言われたんですよ。それ全部 NG くらいで。これはね盛りやすいと思いますよ。私自身は正直に。特に海外の方は努力しないんで、日本人努力するけど、海外努力しない。盛り付けが分かんないと次テスト進まないんですよ。やつが。これなら多分欧米人でも盛るのは苦にならないと思います。これ系は。これだともう欧米人でも喜んでと思いますよ。使えますかね。これは使うと思いますよね。そうですか。すごく馴染みますよね。伸びるし。欧米人はそう好きなよね。で大体でかいやつってこう持ってガツ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 っといかないとそうですね。漏れないですよね。でもこいつってこれはギューッとこう伸ばしていけるんで、押さえつけてこすりつけるような感じでグーッとこう伸びていくんで、こんなに最近のクレーン伸びないですね。昔は伸びてましたけど、本当にヨーレスになってこういう風な盛り方ができるんで久しぶりですね。感覚的にこう力がいるっていう部分だけが気持ち、ポイント的に悪くなるんですけど、でも総合的な評価はもうこの時点では今のところ悪くないです。その力がいるっていうのはどうなんですか？やっぱり慣れ感とか。いや慣れじゃなくてやっぱりこう、慣れていくっていうか、使い慣れていくっていう。それはもうずっと日々作業すれば慣れますよ。こればっかり、このクレーばっかり使っていけば間違いなくそれは慣れてくるので、そこはもう慣れだと思うので、その決定してこれでこれを使うってなれば全然問題なく使っていけると思います。このクレー、これなら結構みんな使うかもわかんないですね。このレベルなら硬いレベルがまだ許容範囲だと思います。気になるのはやっぱり、これちょっと分かんないですけど、こういう、盛り方にもよるんですけど、これとかちょっと密着性が実際最終的にどうなのかなっていうのはちょっと気になりますから、そこは荒盛り自分でも少し試してみたいですね。レイヤーを上げた時の、そういう時はどうなのかなっていうのはちょっと気になります。だけどこう削ってると全然悪くないし。形を大きく変えるときはやっぱりこういう作業そうですかね。ザクザクと。ザクザクと持ってザクザクと持ってザクザクと削って、盛るときにもう少し形がもし分かれば自分たち考えて、ほぼ分かるんで考えてやるんですけど、でも一度こう持ったもの、一旦形があるものを変えるときはもうこんな感じで、ですね。大体ザクザクっていきます。
レーの硬さは硬めですね。硬めですか？はい。硬いですね。ただしっとり感は確かにあるんで、その辺がどうか。モンベル自体がそんなにそこまで硬いって感じないですね、これ。こう見るとああ、そうですか。だけど削った感じはちょっと硬めかな。これ捨てちゃっていいんですか？とりあえず粘土をどうぞ、この中にどんどん。はい。フレーバーとミックスっぽい感じ。硬いのは硬いですね。力がかなりいるんで。ああ、やっぱり。こう削ってると。はい。ここはこういう落とししたらどっちにしても結構力いるんですけど、はい。そんなにめちゃくちゃ硬くないと思います。初めの密着性がちょっと弱いかもわかりますね。こう、はい。例えばこういう削った後をちょっと使ったりするんですけど、こういう、はいはいはい。ここでグッと押さえた時に、はいここのスタートのところがきちっとこう持っていかないっていうか、少しそういう感じが、そういう面じゃドライなんですね。ウェットな感じもあるけども、ちょっとドライ的な感じも、まあでも割と硬いからか。そういうことか。硬いからですね。温まったやつだったらいいかもわかんないですね。ああ、そうですか。はい、ちょっとこう温めていくと、でも結構伸びますね。なんとかやってみると。やっぱりフェーバーに比べると、感触的には、硬くてちょっとドライ。ただ硬いっていうのはきっと多分密度がこっちの方がしっかりしてるんで、ああ、そうなんですね。はいはい。密度は高いですよね。こっちの方が。フェーバーのこうもう表面自体がもうザラザラっていう。ザラザラなんですね。やっぱり密度が高いとあれですか、作業性っていうんですか、そのいい面っていうと密度が高いのはやっぱり最後仕上がり表面が綺麗になる。綺麗になるということですね。で形自体はできても密度、粒子が中に入ってる粒子がないとこう線がずっとこうはい、はい、残ってしまう。あと中の粒子が鉄板に引っかかってずーっといって綺麗に最後の仕上げって思った時に一本線がずーっとこう入ってくるとかっていうのはあるんで、そのところもあるんですね。
と削りやすいですよ。それはあれですか、メントリーですかね。はい、そうです。はい。結構昔のマツダグレーに似てる。硫黄入りのこの詰まり方とかも、この粘り感っていうか、こう付着の仕方とかもう、まあ、あっちのは硫黄がある分もう少しこう、なんていうんですか、柔らかくて伸びがいいですけど、結構似てますね。この削った感じ。実際硫黄の入ってるクレー、最近のクレーと比べるとどうですか。近い感じはありますか。昔の硫黄入りと昔っていうか最近、例えばドイツの硫黄入りとはの。全然違いますね。あ、削ってみると違います。硬い。それよりも少し、そんなすごくじゃあ硬いかって言ったらそうじゃないですけど、はい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 。それよりも硬めですね。固めっていうのは削りにくい。力がいる。力がいるってい削るう時に力がいる。もっとこうサクサクっといける。ドイツの。ドイツのクレーはサクサクっていけるんですね。じゃあちょっと力がいるかなって感じです。はいはい。多分モデラーみんなこういうところの感覚的に硬いところを表現するんじゃないですかね。きっと今自分も硬いって言いましたね。どうですモデラーの方々にとってみたらどうなんでしょう。やっぱりこのぐらいの硬さっていうのはいい意味での硬さになる。それともやっぱりちょっとこう気持ち的にこうネガティブになるとか。それはただ単に造形するとかいうポイントだけで言えば柔らかめの方が柔らかすぎても使いにくいんですけど、エッジがある程度立つぐらいの柔らかいレベルがいいと思うんですけど、ただ開発ステージによってとかそのデザインのスタートとか終わりとかっていうそのタイミングでは形を大きく変えないんであれば硬い方がきっといいものができると思うし、でどんどん形を変えるんであれば自分たちの体力考えると柔らかい方が嬉しいです。サクサクも削れるし、硬さもこれぐらいは個人的にはこれぐらいならいいと思います。これ以上硬くなるとちょっと使いづらくなるな。その結構ギリギリのとこじゃないかなと思います。ちゃんとした形が作れるんじゃないかな。実際ヨークレーと比べるとあれですか。こういう削るいや削った感じは特別その違いは特にこの感触的にはないんですけど、やっぱりドライかウェットかっていうところのそれぐらいで、それをじゃあ知ってる人じゃないと多分分かんないレベルだと思いますよ。今からはイオーレス、特に日本はそうだから変わっていくんじゃないですかね、だんだんとそのこの感覚に。フェーバーよりは硬く感じるんですか。感じるんですか。硬いんですか。基本的に硬いっていうクレーが硬い。硬いイコール力がいるんですよ。力がいるってことですか。だから力がいるから硬く感じるんですよね。その分やっぱ自分にこう跳ね返ってきますからね、全部。極端に言うとこういうツールもそうなんですけど、カーボン使う、今カーボン結構使ってるじゃないですか。このカーボン硬いでしょ。これで粘土削るとこうガーッと体にすごく負担かかるんですよ。本当にいいのかどうかも分かんないですけど、軽いからあちこち行くんでこういうのを持ち歩くんですけど、やっぱり鋼のスリックとか、やっぱ長門でも鋼と木で作ってるものがやっぱりいいですよ、最終的に。ただエッジをすごく気にするかっていうと、エクスリアだとめちゃくちゃ気にしないです。だからそこそここう
これで出せるようなこうパチッとしたエッジっていうよりも、まあ、そこそこ出れば、R かけた時にこう R かけていった時にこの角がポロ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 取れるようなことになると厄介なんで、それがなければ大丈夫じゃないかと思いますけど。あれですか、黒木さんとしては NS60 とこっちだとどっちがいい感触ですか？個人的にはこそれはコードとが一番うしんどいけど、やっぱしんどいんですよ。もう体結構きてるんですけど、でも多分形がちゃんとできるの。すごいですよ。そうなんですね。NS60 はやっぱりこう撫でる感じで整える。撫でる感じで整えないとっていうのをやっと体験して、ここ 2,3 ヶ月でこうなんだっていうのが分かった時がコツを得たわけです。やっとそんな感じです。こっちはどうですか C60 は？これもなんか常に自分の昔の感覚が蘇ってるんで、こうだなっていう感じでやってるんで、全然違和感ないです。経験値があるからね。そうなんですよ。なるほ本当初めのこうナイフ入れた時にすごいしっとりしてるって言ったじゃないですか。あのしっとり感も今多分 NS60 とかないんですよね。ドライ感ばっかりでしっとり感もあって、じゃあ削った時にどうかって言った時にこのドライ感っていうのは感じるんですけど、でもこれは多分そう簡単にドライとかウェットとかっていうのは多分評価できないかもわかんないです。硬いとかっていう感じぐらいしか、硬い柔らかいっていう多分そんな感じだと思うんですけど、でもこの表面がしとっとしてるイコール多分薄盛りした時のノリがいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。これドライだとつかないですよ、パサパサして。そうですね。ここにこうすごいこうこすってってウェット感が出るんで、ここにスッとこう削り持った後洗い落とししたようなものもこう見つけてちょっと手でこねて温めて、こういってこういう盛り方ができるぐらいってほぼないんです。ないんです、こういうのが。でパサパサになっていく感じで、これでここ削って剥がれなかったら、これが浮き剥がれがなければ最高です。そういうふうになってくる。多分これはしっかりくっついてると思いますけど、この時点で見た感じは、で表面がドライなやつって表面が粉っぽくなって、本当もう触った感じ、これ上から粘土つかないな、毛羽立った感じしますもんね。しますね。なんかね、キルトのようにふわ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 。そうですね。それが何なんやろうな。触った感じも密着感がもうこうもういいっていう、それがウェットって感じのちょっとウェット感があるっていうのがそういう表現に、しっとり感っていうか。それはやっぱりそのモデラーとしてあれですか、やっぱりこう作業のこうやる気をかき立てさせられるみたいなところはあるんですか？そういうウェット感がこうあったりすると。いや、だからそこはやっぱ経験とその人の持ってる感覚、センスの部分が大きいと思いますね。でも本当私は非常に使いよいし、作業しやすいなっていうのはもうすでにこの時点で、何も包み隠さずそういうのは感じますね。造形をそのミリングの後にやる会社っていうのは手で多分そういうのが分かってるところは、これはでもミリングの後に大きな変更入れないなら OK です。でこのミリングはあくまでも叩き台の土台でベースで、それからまだやるよっていうところに対してはこれ使ってると初めのうちは硬いっていうと思うんです。でも例えば形がちゃんとできるとか、例えば最終的に面通してて微妙にここだけへこんでる、それをこう撫でていくときに柔らかいクレーだと全部一緒にいっちゃうから面が本当できない。でもこれだと多分ある程度削るとしても残るんで、その盛りたいとこだけある程度持って作業できるんじゃないかなっていう感覚はありますね。今からそれも分かってくるんですけど、そうですね、そんな感じで受けますけどね。
こういう時にはあまり硬さは感じないし、そこそこいくんですよね。ここも持ってまだそんなにどれぐらいでしょう、1時間ぐらいかな。そうですね、それぐらいでここまで冷えてるから奥が冷えてるんですよ。意外とちゃんと放熱してるんで使いやすいですよね。こぼれで中に溜まってるとこう削った瞬間に柔らかいで削りすぎるっていうそういう感覚になるんですけど、それはないですね。削りやすいですね。削りやすいっていうのはこう刃が立つっていう感じですか？そういう面ではサクサクいってます。だからミリングでサクサクいくので、多分ミリングとかかけてある程度サクサクいくんじゃないかなっていう、そういう切削性っていうサクサク感っていうのが、粘土自体は硬い割には硬いって感じる割にはこう落とし始めると割と心地よく落ちてくれますね。だからこうスプラインで通した時に多分スッと通るのがそういうことなのかなって思います。ちょっとね、客観的な評価は難しいですけど、個人的な評価でいうと非常にこのヨーレスの中でいうとすごく使いやすいプレーですね。一般的には硬いって言われそうな気がします。正直ですね。一般的には硬いって言われそうです。で盛ればいいとこはとりあえず置いとくんですよ、で先にこう、盛り付けをやった後とかだと、まずその周り水面をある程度のレベルまで落としていって全体を整えて、よくクレーツールでそういうこうギザギザのこう刃がついてるやつとで今こう削ってますけど、それはやっぱりそれをいうふうに削ることによってなんかこう面が見える。それもありますし、こう筋がつくんで、この陰影で形がこう確認しやすいっていうのもありますし、あとは、平らの方で削るとたまにこうなんていうのかな、抵抗がありすぎて削っててもこうガタガタになってくる。だけどこういうガタガタ面がこのギザギザにしてると抵抗がその分分散されるんで、そういうことなんですね。でそれでこう表面が割とこう全体が満面なく削れる、均等に削れるような感じ。こういうふうにガタ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 ってなりますね。こういう段があるとそれ全部拾っちゃうんですよ。でもそれがこうなくこう削れてる。そのギザギザの深さってやっぱり好みがあるんですか？好みはねあると思います。でもあまりそういう人によってこだわってないと思いますけど、この一つのこの当たるこの刃の感覚ができるだけ等間隔に近い方が面を確認しやすいです。そのギザギザのこの感覚が等間隔の方が深さよりも重要っていうか。ただあまり浅いと、もう本当これが線にしかならないので、これだと今これぐらいだろう。
1ミリちょっと 1.5 ミリぐらい、まあ、1ミリ最低1ミリぐらいはあった方がいいかと思うんですね。クレーツールと引きで使うのがやっぱり多いんですか？それともそうですね、引きです。引いて、はい、押してとか？いや押しはないですね。押しはないですか？はい、やっぱり基本的に引き。引いてる。面出す時なんかもこれをダイレクトにもこう当ててこういうふうな使い方なんでしますけど、そのあまりたくさん削りたくないと、ここの面をできるだけ当てたいと。これカーブついてるんでこう当てるとこの部分だけ削れてへこむんで、それをまんべんなく当てたい時はまあ場所によりますけど少しずつ削っていけばいいんだ。こういう削り方、これだと鉄板のスリップとかと同じような使い方になるので。あと X 描いた方が絶対にこう斜めにいった方が面の通りがいいんで、縦だと全部このガタガタ段差拾ってくるんで、それをできるだけなくしたりとか、この形状をこう斜めに削る方がより長いスパンで形状をフォローするから面が通りやすいとか。今これたまたまこう削ってますけど、やっぱりこう段が出てきてガタガタこういうようなことが起こるので、これを斜めにこう削っていくとこういうものも自然とこう取れて馴染んでる。こうもう馴染んでるんで、やっぱり気をつけないといけないのはこの角が当たったりしてこう下手するとエッジで面を傷つけたりとかそういうこともあるので、まあ、その辺は造形しながらツール使いながら慣れていくしかないですけど。スプライン系だとちょっと押すパターンありますね。こういう長いものを使うときは。でもツールでこう、ギザギザの部分使ってこう、X でこうやって、でそういうカーボンとか大体ほぼいけるなって思ったら、少し鳴らして、でもまだ実際こう隙があるんで、これを削るか埋めるかどっちかで直さなきゃいけないですね。それと線をつけたときにこう深く入るかっていうところでそうです。深いところ、高さと、そうですね。こういうふうに当たってるところはほぼ近いところまで当たってて、全部当たってるんで、ただここは若干深い、この辺を目標にこの薄いところを目標に削っていく。でもここは完全に、当たってないんで、盛りが必要とかですね。そういうのを判断していきます。さっきよりも当たるところが増えてきましたね。そうですね、増えてきましたね。ギザがついてないとこういうことになるんです。ガタガタガタっていうのは特にまっすぐ当てようが斜めに当てようがそういうことが起こるんですよ。クレーはメーカーごとによってやっぱりこういうツールが使いやすいとか、例えばレークが使いやすいとか、こういう鉄板のスリープが使いやすいとか、そういうのっていうのは
いろんなメーカープレイありますけど、こう触ってみてその時にこう判断してとかそういうのってあるんですか？それはないですね。やっぱり造形する時のスタイルは自分のスタイルで、あとは力加減はいはいはい。で、形状によって丸いものを使った方がいいのか、それともまっすぐなものを使った方がいいのか、はい、っていうのを判断して、あと長さも直線が長い方がいいのか短い方がいいのかっていうのを判断しますね。まあモデルの作り方自体は基本クレーはその特徴が違っても同じなので、そこはあんまりないですね。そういう道具を分けるとか。だから例えば今大きいツール持ったのは少し量を落としたいなっていう時はこういうサクサク削れるものですね。まあ、極端にところにガツーッとこれぐらいのピークを作りたいなって思うと、もう大きいものじゃないと時間かかるんで、大きいものが削るんですけど、1回の量がこれぐらい落ちるのと、まあこの辺にあるこういう少しのものとでだいぶ効率が違ってくるんで、削り方にもよりますけど、ある程度のところまでいったらその次の段階のツールに変えていけば、ですよ、自前自前。これあれですか、やっぱりそのまあクレーツールの揃え方っていうか、はい、そういうのっていうのはやっぱりそのまあ最初にこう大きく削るもののツールからまあこう大小のツールいろいろありますけど、はい、基本的には何本ぐらい揃えてスタートするっていうのはあるんですか？何本か。そうですね。多分これぐらいの大きさが一番大きい。はい。そうですね。カーブレイク。はい。はい。で、まあこれのチョックストレートと、でこういうカーブついたを2つ。2つぐらい。はい。まあ1種類ずつですよね。この1種類ずつ、はい。で今ない。さっきあと三角もそうですね。三角も、まあこれが多分ほぼかなり大きいサイズになると思うんですけど、まあこれぐらいのものと、インテリアやるんならこれぐらいのこんな小さいものまで、あと角度ももう少し尖ったやつからっていうそんなものがまあ1本ないし2本あれば、1本あればまあ一通り代用できますね。であとその手前の一番硬い鋼材のやつ。はい。で必要に応じてこの次のサイズ、これぐらいかもう少し短いもの。でまあインテリアとかだったらこれぐらいは役に立ったり、あとはエクステリアのバンパーとかだったら割と役に立つかもわかんないですけど、実際は代用できると思います。だから少なくするんであればこっちを持つよりも大きい方を持った方がいいですね。であとはそういう意味でなんだろう、あとホーガー系、こういうホーガー系ですよね。ホーガーはもっと大きいのもあるし、これがスタンダードサイズぐらいで、まあ普通にやるんであればこっちのサイズ持ってればいろいろ範囲広くカバーできるので、とりあえずこっちの方がいいかな。であとフィニッシャー、こういうもの。フィニッシャーはね、弊社でも3種類ぐらい大きさこう、ね、メーカーによってあったりしますけど、どうなんでしょう、3種類ぐらいをフィニッシャーはそうですね、あとワイヤーツールとかとの兼ね合いがあるんで、どんなサイズを持つかは自分次第かなと思います。でフィニッシャーはもう一つはここの刃の取り付けの角度がこれかなり浅くしてあって、これが普通のサイズ角度なんですけど、これ浅いサイズだとディテールの奥深いところに綺麗に入るんで使いやすいです。まっすぐだとちょっとこう書き出しにくいっていうのがあるので、
いう角度の浅い。ただワイヤートゥールだとこの辺がこういうものと同じような用途で使えるので、そういうでフィニッシュはまあ多分2種類ぐらい、このサイズないしはもう一つ大きいサイズともう一つ小さいサイズ、2種類持ってれば小さなモデルも含めて対応できる。あとワイヤーですか？ワイヤーね、多分よく使うのこれぐらいです。ワイヤーこの3種類ぐらいであればほぼ最低限いくんじゃないかと思います。角度がついてあるタイプと、あとは丸と直の、そうと角度のついたやつの小さい版と、これぐらいですかね。削り方になるんですか？なんかさっきの何でしたっけっていうかあんなみたいな感じの削れ方するんですか？削り方はまあこういうとこはこういうの使わないけど、こういう細かい、例えばこういう段差のところがある、これを作りたいっていう時にこういうものでディテールがあれば、例えばグリルの立ち壁とかどうしてもこう段差があって、グリルのそのメッシュ面があって、モデルの表面があって、その間、なんか例えば形状がこういうふうな形状のものがあったとすると、こういうとこを削るのにはこういうものが深いから、でこの奥の面傷つけたくないんで使います。こういうものでもできるけど、これオフセットがないんで大きければこういう大きいものだったらこう削れるけど、これがもしこういう小さいものだったらこう削んなきゃいけない、これだともう距離がないんでこの手前にしか入らない、だからこういうもので、要は削れるところオフセットがあるので、オフセットがあるからこういうところが削れる。これだと無理ですよ。それ無理です。こうやるんですけど、サクサクいくんですよ、これも。結構サクサクいけますか？他人にもしていたかったので、わざとこういう削り方してると結構サクサク削れる。だからもうこういうところ見てもらったら分かるけど、ここが足らないところ、これほぼ OK、ここ足らないところ、ここ足らない、まあこの辺ちょっとまだありますけど、っていうほんのちょっとこう手入れただけでここまでいくんで。じゃあ楽です。結構楽です。そういう部分で作業する部分で楽でもあるっていうことですね。もう今上の方だけですけど、通した時に通したっていうか、これ面をまあほぼこうずっと当てて面を確認した時にほぼ若干はあるけど、先ほどに比べて当たるように当たりましたね。こうやって精度を上げていって、最終的にハイライトがきれいに取る、この丸みが全部きれいに取る、全部当たってます。そういうふうにして最後はそこまで作り上げる。
こういうものを当てて下から覗くとはい。こう隙間が見えるでしょ、ああ、見えますね。ね、あそこがは面の引けてるところっていうか低いところい。はい。で、そこに合わすのか、それともそこまで削り込むのかはい。っていうのはその形とによって自分で判断していかないとどういうふうなものを作るのかっていう、これは削り込んだ方がいいんで削り込んでいきますけど、透けてる面を埋めるのか、うん削るのか。うん、だからこういうふうにやってて下から覗くことによって、ああ、でその時も自分でこう操作できるんで、いろいろ形がねこういうふうにそれをその作りたい形に操作して、例えばここにちょっとピーク作りたかったらこういうふうに当てればいいし、うん、そうじゃなければフラットにやってみて確認して、あ、ここが足らないなとか多いなとか高いなって低いなっていうところを探して削っていけばいいし、そういうふうにね。このコンピューターだと綺麗な平面作って綺麗な断面作って、その2つのガイドで綺麗なものは作れるけど、でもそのただ単にそれだけでやってしまう